今回紹介するのはこちら、バリアントルシファー MB2D ということで来ました。毎年恒例のね、夏のちょっとギミック系ベイといいますか、特徴的なね、ゴージャスなやつです。そして今回こいつはね、スパーキングレイヤーシリーズ初のスターターということで、スパーキングベイランチャーがついてます。今一番購入が難しいのはスパーキングベイランチャーなんでね、これがついてるだけでもこいつはアドなんですけども、やっぱりこのバリアバ搭載、これよ。僕のようなバク転世代の人間には嬉しいギミック系のベイブレード。こんな感じでね、バリアが出るよと。このスパーキングレイヤーシリーズはどうやったってアタックタイプが猛威を振るってますから、そこに対してこの新ギミックがどれだけうまく働いていくのか、はたまた結局ネタベイ止まりなのか、そういったところをしっかりと見ていきたいと思います。開けていきましょう。めちゃめちゃ楽しみ。これをどうやって使いこなしていくかっていうことしかもうね、考えてない。きっと一癖も二癖もあるだろうなっていうのを初めに情報出た時から思ってるので、説明書とステッカー、そしてスパーキングベイランチャーと爪紫なのかっこいいですね。ルシファー本体では、まずはこちらスパーキングチップのルシファー、打天使ルシファーモチーフということで、最大の特徴はこの中央部の光沢、わかりますかね。メタルパーツを搭載してます。これによってベイ全体のね、基本性能が底上げされるといった非常に便利なスパーキングチップになってます。裏面はこんな感じ、もう丸ごとチップコアがない一体化されてるような作り。そしてこの周りのまがまがしいファイヤーパターンっていうのがハイペリオンやヘリオスと似たような形になっているというのが、このルシファーのね、特別感を表しているかなと。目の色とかもね、揃えてあります。お次はリングのバリアント。もう最初に手に取って思ったのはネオドラシエルみたいな感じ。ディフェンスタイプらしい細かい刃がたくさん並んでるリングなんですけども、こうやって横から見るとね、分厚い刃と薄い刃がこう交互に並んでいるのがよくわかるかと思います。これによって相手の攻撃を弾き返すディフェンスタイプの右回転リングということになってます。結構両回転いけそうな形ではあるんだけど、しっかり右回転、裏はこんな感じ。そしてお次は今回の目玉パーツ、シャーシの 2D。 見てください、この毒々しいピンクの刃。ここがね PVC という柔らかい素材でできてるんですけども、これが高速回転時にグワッと広がるわけですよ。でこの6枚が広がることでバリアを展開して相手の攻撃を受け付けない、無効化するというディフェンス特化のダブルシャーシになってます。もうここがめちゃめちゃ面白いんだけど、冷静に見てみるとすごく分厚い壁にもなってるんですよね。で結構重いと。だから基本性能がそもそも高いんじゃないかなという気がします。あとはこのピンクの刃がね、地面に擦ってしまって失速するのがどの程度のものなのかっていうのが気になるところ。裏面のロックはこんな感じで結構山は高めに設定されてます。でまたパッケージにはですね、この 2D シャーシはバトルを繰り返すことでバリア刃が摩耗し、ディフェンス型の性能からアタック型の性能に変化していく特徴がありますという風に書いてあるんですけど、これがどんどん削れていくんでしょうね。まるっきり取れるほど柔らかくはないと思うので、これは使ってみないとわからないところですね。そしてこれらのパーツを組み合わせることでバリアントルシファー 2D が完成します。すごい分厚いし、ここの2個位置感が半端ない。めちゃめちゃ刃がぴったり重なるようになってる。そして最後はドライバーのメビウス。ついに来ました POM のフリー回転ドライバー。待ってました。 POM ポリアセタールポリオキシメチレン。この素材は非常に硬くて摩擦が少ないんですね。だからスタジアムとの摩擦も少ないから滑らかに回るんだけど、さらにここがフリー回転するからこっちも滑らかに回ると。で今回ね、見えますかね、受け側にも多分これ POM なんだけどプラスチックのワッシャーが入ってるので、より滑らかになるっていう工夫がされてるんですね。だからベアリングっていうちょっとお高いもの突っ込んでないけど非常に低コスト高効率のあらゆる意味で実用的なドライバーに仕上がってるんじゃないかなと。これによって姿勢を崩さずに長く回り続けると。この中央のねちょっと飛び出てる部分もポイントかなと思います。そしてこれらのパーツを組み合わせることでバリアントルシファー MB2D が完成します。2D 結構ねロックの山高いんだけど、あんまりこう
バチバチのロックじゃない、ちょっと渋めの感じになってるのは、2D の調整っていうのもあるだろうし、あとはバリアントリングによるものなのかなっていう気がします。で、このメビウスドライバーの倒れづらさで 2D のね、バリアがスタジアムに接触してしまって大失速っていうのを防ぐような構成になってますね。そしてスパーキングベイランチャーのブラックカラー、これはもう特に何かが変わったということではなく、ただただ色が変わっただけです。ただちょっと個体差なのか紐が戻りづらい傾向があります。でも今回のバリアントルシファーのバリアバっていうのは遠心力ギミックなので、力強く回せば回すほど発動時間が伸びるんですよね。ということはこのスパーキングベイランチャーはうってつけなわけですよ。ありがたい。それでは実際にいくつかのベイトを戦わせていきたいと思います。なるほどね。なるほど、バリア。さて、そんなわけでバリアントルシファー見ていったわけなんですけども、率直に言うとなんか最強とか無敵とかそういったタイプのベイではない。やっぱりギミック系だなっていう感じ。良さもあるし悪さもある。で、この 2D のねバリアバ、これはすごいよ。しっかりバリアしてる。最近猛威振るいまくってるスパーキングレイヤーのアタックタイプの攻撃もちゃんと防げる。スパーキングレイヤーシリーズのアタックタイプって本当に序盤は一撃が致死球のダメージでめちゃめちゃ強いんだけど、それを全部バリアで無効化して最後粘りに持ってくみたいな戦い方がしっかりできてます。ただこのねバリアがラバーなのよ。だからスタジアムにするともう失速がすごい。一応それを防ぐためのメビウスドライバーなんだけど、やっぱりスパーキングレイヤーのアタック力っていうのは凄まじいので、ガツン弾かれてね、ここが吸っちゃって減速して負けるみたいなことはやっぱりある。あとはこれは良さでもあり悪さでもあるんだけど、バリアバがバリアだけじゃなくてスタジアムへの制圧力にもつながってるんですよね。やっぱ展開した時の直径っていうのはものすごくでかいので、これによって相手を押し出すとかね、そういう攻めの戦い方もできるけど、同時にスタジアムのフェンスへのすりやすさっていうのも上がってるので、そこでまた失速が生まれてるんですよね。これはもう本当にシュート技術とか履かせるドライバーをね変えるとかして対応していくしかないかなと思います。一筋縄ではいかないけど、うまく決まった時に確かに面白いし強いっていうところが非常に使いこなしてっていう、そういうブレーダーの心理を刺激してくるタイプのベイですね。いや面白いよ。個人的には好き。めっちゃ強いとは思わないけど、しっかり使いこなしてあげたいなって思うタイプのベイです。で、こっちのスパーキングベイランチャーやっぱりね、今まで持ってた赤よりもちょっと紐の戻りが悪いかな。1個だけかなと思ってもう1個開けてみてみたけど、もう1個もやっぱ紐の戻りがちょっと悪かったから、そこはちょっとみんなには気をつけてほしいかなと思います。はい。すぐさま勝ちたいという人にこれをあんまりおすすめすることは僕はないけど、メタルパーツ搭載チップとか、あと本当にこのギミックがめちゃめちゃ面白いものではあるんだよね。そういうところに目を向けられる人にはぜひぜひこいつを手に取ってみてほしい。あとやっぱこのね、バリアが摩耗してってアタック系の性能に変わるっていう触れ込みが本当なのかどうなのか、こういったところも使い込んでみて初めてわかるところなので、ちょっとね、そこも面白いところかなと、そこも楽しみなところかなと思います。はい。というわけで今回はバリアントルシファー MB2D の紹介でした。